初めてスケート靴を履いたのが8歳の時。あの時からフィギュアスケートは僕の人生になった。早朝の練習、口から出た瞬間から白くなる息。リンクに響く氷を削る音。転んだ時の痛み、冷たさ。どうにもならない自分へのもどかしさ。これぞ高橋大輔。何者にも代え難い試合の歓喜。すべてが人生の彩りだった。そしてそこにはいつも応援してくれるファンみんながいた。どれだけ拍手を一番もらえるかっていうことだけは引退から1年、再びフィギュアスケートの季節が巡ってきた。冬は高橋の心をざわつかせる。この時期ね、練習しててもなんかイライラしてたなっていうことしか覚えてないです。常にイライラしてましたね。もう体力全然なくなってるからやばいんですけど10月入ってもなんか別にイライラもせず、9月夏ぐらいからイライラせず、こんなに楽しんでていいのかなと思いますよ。日はやってきた。去年10月、ソチオリンピックの後、世界選手権を怪我で欠場。その去就に注目が集まっていた。置いていただけたらなと。自分がフィギュアスケートというものを本当にどこまで好きなのか、どこまで情熱を持っているのか、そういったところに今までずっと目標がもう次から次に出てきたので、その目標を定めるっていうことを考えたこともなくて、今本当に戸惑っている状態で、自分の中で、1年2年の間は少しスケートというフィギュアスケートというものから少し 2,3 歩ぐらい引いた生活をしてみた中で探していこうかなというふうに思っています。流れのままに、彼はこの後ニューヨークへの留学を決めた。この日、夏休みを利用して帰国していた高橋のもとを訪れた。髪バッサリと。そうなんですよ。それは日
ニューヨークでいやこっち帰ってきて、帰ってきて、ニューヨークの時はショーがなかっためっちゃ汚い。常に緊張の中で生きてきた現役時代と違い、今はどこか砕けたムードを漂わせる。それにしてもなぜニューヨークを選んだのか。ニューヨークは何でもパッケージであるっていう、グローバルじゃないですか。そこってニューヨークっていうアメリカっていうよりニューヨークって感じじゃないですか。それもあったし、違うとこも行こうと思ったんですけど、結局住んでみたらもうここでずっとでいいやと思って、ダンスしたかったのがメインだったんで、英語とダンスがメインだったんで、それだとあとアートとかも見れるし、行きたければミュージカルも見れるし、やっぱりそういう舞台って見てみたいなっていうのもあったんで。地下鉄が楽しすぎて、俺地下鉄超好きで。あれ知ってました？日本の地下鉄さん。そう新しいやつでしょ。そうそう。たまに古いやつ来るけどもすげえっすよね。ニューヨークじゃないですか。いや全然ですよ。I'm still Japanese です。でも発音いいですね。発音練習してるから。声を低くして英語喋った方が通じるってなりました。発見しました。高くするか低くする。日本語の発音でやる。日本語の高さでやると、日本語英語っぽくなるっていう感じ。ニューヨークでは午前中に英語学校、そして午後からダンスを習いに行くという生活。フィギュアスケート漬けの20年だったからこそ、些細な日常の中でさえ新鮮な発見がある。この日高橋はお台場で行われるブルーレイ&DVD 発売記念イベントを夜に控えていた。気になるのはやはり髪型のようだ。それやばいね。これ髪と用の髪やばいから。イベントの前にお昼のテレビ番組に出演することに。向こうで買ったんですよね。いいじゃないですか。意味知らなくてね。変態って言われてきた。それあるあるですよね。あるある。帰国後初めての生番組出演。番組冒頭のニュースに聞き入る。全然してないから分かんない。男子フィギュア界の元世界王者高橋大輔さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。休日はどんなことして過ごしてるんですか？そうイベントに行ったり、公園でゆっくり過ごしたりですかね。バー行ったりとか。バー行ったり、友達っていうのはアメリカの方なんですか？それとも日本人のやっぱり仲間？日本人の子もいますし、学校の子もいますし、アメリカ人の子もいますし、いろいろですかね。いいですか？ちょっと突っ込んでも。もうなんかガールフレンドみたいなのができちゃったりなんかするんですか？全然ですね。アジア人のメンズはね受けないんでね。そんなことないですよ。本当に受けないんで。そんなクールとか言われちゃうんですか？こうジョークができないとやっぱりね、海外のネイティブな方には受けないんで。まだまだですね。修行が足りないと思うんで。だってオリンピックのメダリストですからね。そうですよ。本当に。そこらの高橋じゃないんですよ。失礼いたしました。本当そうですよね。本当そうですねってなって。言葉のあやです今の。引退してから久しぶりのメディア出演。少し硬くなってしまうのは現役の頃から変わらない。でも氷の上では緊張を味方にしてきた。全日本選手権では2005年の初優勝以来5回の優勝を飾った。高橋大輔は押しも押されぬ日本のエースとなった。2010年には
バンクーバーオリンピックで銅メダル、さらに世界選手権で金メダルなど、日本男子フィギュアスケーターのフロンティアとして前人未到の記録を打ち立ててきた。しかしその栄光の陰で怪我や挫折に見舞われた。それでも戦い続けた理由があった。やっぱりもっと男子フィギュアを知ってほしいとか、フィギュアももっともっと面白いんだよっていうのを見てもらいたくてっていう感じで、それにはまあ支えてくれた人たちがたくさんいて、まあこの時代に生まれてきて、まあ本当に運が良かったなと思って。そんな高橋大輔の20年に及ぶフィギュアスケート人生を収録した「ザ・リアル・アスリート」。彼がこの映像集に込める思いはひとしおだ。全てが分かる。でも彩り、わかりました。この試合とかそういうものが彩りってことですね。そうそうじゃあこっちでチェックしているのはナレーションの原稿だ。確信したんだって言わない、したとかでも以上、特集した。いけますよ。はい。そう、実は生まれて初めてナレーターにも挑戦。ファンに自らの言葉で語りかけた。初めてオリンピックに出場す19歳そうですね、19歳ですね。出場したのは、ね、僕は世界で戦っていきたい。そして世界で勝ちたい。はい、今ナレーションと戦ってますね。戦ってます。はい、はい。どんなステージでも僕は僕であり続ける。そしてみんなに少しずつ思いを返していきたい。こっちの方がいいですね。この映像集には全日本選手権を中心に彼のフィギュアスケートのエッセンスが凝縮されている。どうもよろしくお願いします。じゃあちょっと現役から離れた今、フィギュア人生をどう振り返るのか、過去の演技を見てもらった。本当に入ってないでしょ。この入ってないね。この時でもすごいいっぱいと思ったのに、ほらやっちゃったサルンですやっちゃったとつぶやいたのはこの大会、2005年の全日本選手権。ショートプログラムでトリプルアクセルに失敗。演技終了後、高橋がつぶやいたのが「やっちゃった」の一言だという。10年前の大会にもかかわらず、この時の気持ちを高橋はよく覚えている。けれどこの大会を見事に制し、トリノオリンピックへの切符を勝ち取った。そしてこのシーズンが転機となったのだ。トリノのオリンピックシーズンですかね。やっぱりあそこからサクセスストーリーじゃないですけど、グランプリシリーズで初めて優勝してオリンピックのね2位決定っていう、まあ、自分に自信をちょっとずつ持てるようになった。でシニアに上がってこうくすぶってたところがあのシーズンから変わっていったっていうシーズンで、やっぱりそのシーズンは思い出に残るというか、自分にとっては大事だったシーズンなのかな。あそこでこう勝っていくことに自信を覚えて、まあ、どんどんとで応援してくれる人も増えてってっていうシーズンだから、あそこから本当にスケート勝つことにこだわったと思うんで、今まではそんなこだわってなかったけど、若い。
こで、採点のあれもあったんですけど、オリンピックに行けなかったら多分人生変わってたと思うんでね。多分次のバンクーバーが初めてだったらまた違ったかもしれないし、荒川さんのオリンピックに勝つまでを一緒に過ごさせてもらって、こうやってやれば自分らしい演技ができるんだっていうのを感じてたから。これさ、キス&クライで点数出た時の表情の変わりようが半端なくてアクセルさ。高橋さんにとって総要素点 71.00 総合成点。すごい笑ってたのにもう泣きそうになって、その変わりはなんだよとか思って分かってたらと思うんだけど。その前のシーズンまでは演技が悪かったらもう悪かったって終わった時点で出してたんですけど、多分ニコラにも怒られたんでしょうね。そんなこと出すなみたいな。だから良くても悪くても終わるまではいい表情でしようって多分頑張ってたんですよけど、多分頑張りきれなかったんでしょうねしかし真剣勝負の裏では若さゆえの行動が。今じゃ考えられないんですけどね。食事のこととかすごい後半は気をつけてたじゃないですか。昼にラーメンとか食べてるんですよこれとか。まだそこまで食事に気を使ってない時だと今じゃ考えられないですよね。昼にラーメンですよ、試合期間中に。考えられないしかも仲いいこと3人で行って、今じゃもうそんなのずっとしてるじゃないですか。同じスケーターと昼3人で行ってとか、仲いいね同い年のでラーメン食ってたなと思って、考えられないと思って。20年に及んだフィギュアスケート生活、決して右肩上がりではなかった。人知れず苦しい思いに押しつぶされそうになったこともある。問わず語りに思い出が口をつく。去年10月引退を発表した高橋大輔。改めてフィギュアスケート人生を振り返ってもらった。この時のね、髪型も好きなんですよ。髪型、衣装とね、この衣装大好きで、髪型も好き。すごい綺麗ですね、ブルーレイ。始まる前の顔表情とかってご自分でご覧になられてどうですか？いい表情してたと思いますよ。目に力はありますよね。肌綺麗だし彼が記憶に残る演技として選んだのは2011年全日本選手権のショートプログラム。久しぶりに4回転入ったっていうのもあるんですけど、この前行く前までプランしてなかったんですよ、4回転を入れるショートに。だけどなんかテレビでホテルの部屋にいて、なんかワイドショーじゃないですけどあるじゃないですか、番組で。妥当に羽生君がしたら、彼が行くかなみたいな感じになって、くっそと思ってでなんかわかんないけど悔しくなって相談せずに4回転入れたんですこれ。そしたら入ってできたっていうので余計なんか思い出には残ってるんです。そこでなんかすごい出たんですよ、その負けず嫌いがね。くっそみたいな。確かにな、俺は4回転入れてないし、確かにゆずが4回転もう最初から入れてたじゃないですか、このシーズン。そうだなと思って、確かにちょっと逃げてるなみたいなのがあったんでしょうね、自分の中で。自分に対してね、クソみたいななってやったんですと。
やってよかったなと思いますよ。でこれはやって自信がついたって、まあ、世界選手権も多分良かったなと思うし、多分。高橋大輔さんの演技でした。映像集の発売記念イベントの時間が近づいていた。ステージ裏で打ち合わせが行われている頃、すでに会場には熱気があふれていた。まだ前説ですよ。本日は高橋大輔ザ・リアルアスリートブルーレイ&DVD 発売記念真夏の高橋大輔トークショー&レアグッズプレゼント抽選会 in お台場夢大陸にお暑い中お越しくださいまして誠にありがとうございます。こういう場は初めてなのですごく幸せです。緊張してます。どうしていいかわからない。すごい盛り上がりですね。そうですね。言ったらなるようになるか、なんか噛みそうでも噛みそうでも。氷の上では威風堂々と振る舞ってきた男も、こういったイベントではどうにも勝手が違うようだ。全力でお迎えいただいて結構でございます。ご登場いただきましょう。高橋大輔さんです。どうぞ。じゃあここからはもうおかけいただいて、どうぞゆっくりとお話聞かせていただきたいと思います。どうぞおかけいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、初めて初めから最後までの演技、トップアスリートのっていうのをじっくり見たのが本当にオリンピック以外でほとんど初めてぐらいだったんですけど、すごいですね、フィギュアスケートって。いや本当に始める時っていうのは、トップ選手がそういう大変な思いをしているとか、そういうことをご存知で始めたんですか？全く知らないですね。全く知らない。ただ興味、やってみたら面白かったから始めたっていうところで。その後、もう明らかにどこかで自分は才能があるって気づかれるわけですよね。いや今でも才能があるとは思ってないですよ。知ってるでしょ。ありがとうございます。そういうことにしておきましょう、この場は一旦。でもね、今日ね集まっている人たちはもうほとんどご親族のような気持ちで見たいんですね。ありがとうございます。そうですね。でそうすると、じゃあ今これ見てくれたご親族の方にだけ言えるような、ご親族の方にだけ言えるような、本当は今回入ってる映像の中で、一番恥ずかしいのってどれですか？22から前全部です。22から前全部。22歳から前全部です。思春期っていうんですか、あの時の眉毛の細さであったりとか口元の緩みであったりとか、服装のダサさであったりとか、あれは見るに耐えかねますね。じゃあ今ここに、じゃあ例えばこれから思春期に入るであろう、高橋大輔君がいたとして、現在の高橋大輔さんが、彼に何か言葉をかけるとするとなんてかけたいですか？とりあえず襟足切れと眉毛太くしろと、あと口閉めろですね。その3つだけですね。初めてのナレーションはどういうお気持ちでしたか？すっげえ楽しかったです。楽しかった？楽しかったです。ただね、僕滑舌が悪いんでいつ噛むかっていう緊張感は半端なかったですけど、ただやってる空間はすごい楽しかったです。ナレーションって冗談じゃなくて、今後この高橋選手のこのルックスをもってしたら、例えばドラマだったりとか映画だったりのオファーってあってもおかしくないと思うんですよ。でしょ？だってもうこのまま野節の役とかやってほしいじゃないですか。ご丁重にお断りします。すみません、なんでお断りのところ2回言ったんですか今？噛んだんですよ。噛んだんです。そこか。
安定の紙が入るんで、そこがなんとかならないとっていうことなんですね。そうなんですね。そうですか。今日はですね、この大きな画面があるじゃないですか。なのでこの画面を生かしまして、こちらのコーナーに行きたいと思います。みんなで一緒に大画面で観戦、高橋大輔の演技映像。本当元気ですね。すごい。ありがとうございます。お、来た。お。2000、おっと。どうしたんですか。いや、何もないです。なんとなくこう複雑厳妙な表情を今一瞬なさいましたが、2007年全日本選手権のショートプログラム「白鳥の湖ヒップホップバージョン」はい、はい、これなんですけど、まずはちょっとこう曲自体が特徴的だったりしますよね。そうですね。結構アレンジ入れてこう2つ3つ組み合わせてるんですよ。おお。まあ襟足がね、やっぱり。あ、これまだ襟足気になる時代。気になるよね。気になる時代ですね。ね。でも勢いありますね。この当時の見返すと勢いあるなと思うんですよ。ほう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 。あんまり失敗する気がしなかったってところはあったかもしれない。失敗する気がしなかった。これでも軽々と。そうですね。これね。これをするために1ヶ月、まあ今同じとこ通ってるんですけど、ニューヨークでダンス通ってるんですけど、そのダンスセンターで1ヶ月ぐらい通ってたんですよ。これをじゃあ作るのに、いや今やった方がうまいかもしれないですね。今やった方が嘘です、嘘です。もうこんなに早く動けないです今。この現役時代ならではの、ならではですね。やっぱりでももうちょっとなんかやっぱり真剣にもっとダンスやっとけばよかったなと思いますけども。こういう時なんですけど、すごく素人の質問で申し訳ないんですが、あ、決まった。あ、でも満面の笑みですよ。この時悪くないってやつです。悪くない悪くないってやつです。最初の緊張はどこへやら。モチベーションの難しさっていうのがあったんで、もう頭では分かってるんですけど、こうモチベーションがどうしても上がってこないっていうきつさっていうのはあったかな。で成績も出ないし、こう自分がやってることがこう結果に出ないっていうか、頭でも計算してるんだけど、なんでこんなに頑張れないんだろうみたいな。そんなんじゃダメだって分かってるんだけど、まあだからまあそれが結果的には結果には出てたけど、でまあやりすぎたら怪我しちゃったりとかもあったし、ちょっと考えすぎ、2012、13なんかプログラムのこと考えすぎたりとか、次の越してなんか違うのをしようとか、多分気持ちよりも頭の方が先に行ってたから余計うまくいかなかったのかなとは思いますけどね。もっと何も考えずに適当に楽しんどけば、適当にというか何も考えずに自分のやりたいようにしとけば、いろいろまあそんな得意じゃないのに頭で考えるの、頭で考えちゃったんでしょうね。変に知識が増えたというか分かんないですけど、この全日本両方ともフリーがね思い出深いんですよ。12、13と13、14は。
この時にね何かに対してねすごい腹が立ってたんですよ。自分に対してもすごい腹立ってて、なんかすごいこの前の日に文句を言ってて不満を言ってて、だからあかんかったよと思って、そんな自分にも腹立って、なんかわかんないけどあんまり思ったことないですけど、もう演技で俺は怒ってんだみたいなのを見せたいみたいな気持ちがあったんで、なんか一切笑ってないんですよこれ。ちょっと早送りした方がいいかな。早送りこれだっけ。この後ねいつも表情変えるんですけどあんま変えなかったんですよ。ここいつも笑うんですよ。でも笑わないっていうか、一切笑ってないんですこの人。でも後半テンション上がりすぎて音聞こえずにバーンって合わすところ、最後のコレオステップっていうんですか、音合わなかったっていうあそこでちょっと若干我に戻ったんだけど、一瞬やってもたと思って常に気持ちを前面に出して滑る高橋大輔。ファンの応援が大きなモチベーションになっていたのだ。自分自身との戦いだったフィギュアスケート人生。高橋大輔にとって最後のシーズンは特に印象深いという。ビートルズメドレー。声だけにしてくれて最後まで一段のママ言い出せなきゃ22番高橋大輔さん、関西大学。もう顔がダメだもんね。戦ってないよね。全然だってさっきの同級生と表情違いますもんね。でも演技としては良かったんじゃないですか。逆に合ってたと思う。強くないのが。これ怪我されたじゃないですか。もうあそこで切れてたんですよね。この時って痛みってどうだったんですか？全然痛くないですよ。普通に切っただけだから。なんか演出かっていうぐらいさ。そうですよね。そうそう。でもなんかベタベタして、最初鼻水がついたのかと思ってたんですよ。でもベタベタがどんどん広がっていくなと思って、何なんだろうと思ってこうチラチラ見てるんです。多分それ目線見たら追ってるの分かると思いますけど気になってたんですよ実は。そこまで血が出てるとは思わなかった。思わずに何なんだろう俺さ演技にもやんなきゃいけないし、でも気になるしみたいな。
でなんかあっちかと思って。この次のループを失敗した時点でもう終わったと思いましたからね、僕。この後のここでもう終わったと思いました。なくなったなと思いました。あ、これで、あ、ちょっと一瞬顔曇ってるもんなんかね、半分なんか諦めじゃないんですけど、もうショートの時点でもうないかもしれないと思って、オリンピックはだからもうなるようになるわみたいな、半分諦めてたらちょっとおかしいんで、開き直りはちょっとありましたかね、もう演技で見せようみたいな、ジャンプはもう期待できないからテクニックで演技で見せれたらいいやと思って、もそっちの方にフォーカスは持ってたと思います。でもスケートは上手くなったなと思いますこういろいろこうバーって流れで見ると勢いはあったけど、前の方がやっぱりそのスケーティングの質っていうものは上がってるなとは思いましたね。腕の使い方とか結構こういうのが多かったんですけど、この空間が広くはなってるなと後半になればなるほどそれは感じましたけどね。最後の挨拶に入るまで時間がやはり他の演技と比べてすごく長いですね。もう結構短いんでね、いつも。いやもう終わりだなと思って。だから昔のを見ると今だったらもうちょっとうまくできるのにとか思いますね。いいプログラムなのにもったいないなとか、もっとちゃんとやっとけばよかったと思ってラフマニノフなんかもう一回やりたいなと思って、トリノのシーズン今やった方がもっと違った、あれは今やった方がいいかもしれないと思う。オペラ座なんかはあの時が良かったかもしれない。心をざわつかせたあのラフマニノフをいつかもう一度。今月25日から始まる全日本フィギュアスケート選手権。高橋が5回の優勝を飾り、世界選手権やオリンピックへの切符を手にしてきた思い出深い大会だ。後世への期待、そして心残りはあるのだろうか。日本の、ね、男子はこう結構いい選手が出てきてますし、一緒に戦ってる方
子たちもこうどんどん負けないようにで頑張ってるっていう姿がね、男女含めですけどあるんで、これがどうなっていくのかなっていうのは楽しみですね。心残りはやっぱり東京の世界選手権に出ていればなというのは心残りかな。その時にはこれまたやるかもやらないかも、だったら今年休もうっていうふうに思ったんで、でも今だったらもう戻らないってなってるんで、東京の世界選手権だけは成績が取れなくてもたらればなんであれですけど出ておけばよかったなってことは後悔します。でももう戻りませんけどこの日、家電製品のイベントに登場した高橋。リンクの上以外でも彼の世界は広がりを見せている。けれど今だからこそ聞きたいことがあった。1年前引退会見で語ったあの言葉の答えを。自分がフィギュアスケートというものを本当にどこまで好きなのか、どこまで情熱を持っているのか、そういったところに今までずっと目標がもう次から次に出てきたので、その目標を定めるっていうことを考えたこともなくて、今本当に戸惑っている状態で、自分の中で、1年2年の間は少しスケートというフィギュアスケートというものから少し 2,3 分ぐらい引いた生活をしてみた中で探していこうかなというふうに思っています。あれからニューヨークでフィギュアスケートと離れた時間を過ごした。彼はフィギュアスケートに傾けてきた情熱の正体をつかめたのだろうか。いやまだ分かんないですね。けど今、まだすごいしたいっていう気持ちにはまだ戻ってきてないんですけど、別にそうじゃなくてもいいかなって思い出してきたのもあるんで、ただでもやることは嫌いじゃないし、滑ることはやっぱり滑っててしんどい時もありますけど、気持ちよさとか楽しさっていうのはあるんで、やっぱり好きだと思うんで、だからあんまり考えないようにしました。好きとか嫌いとかをフィギュアスケートを続けようか、じゃなくてもいいのかなっていうのは、それはあんまり、できるうちにはやっぱりやりたくなったらできないなっていうふうには思ってきたんで、とりあえずは、やっていくうちにどんどん好きになるかもしれないですし、やりたいことも見つかってくるかもしれないですしっていうところで、そういうふうな考えにはなってきましたね。もうどうするかしないかっていう白黒はっきりつけることはやめましたかね。もうグレーでいいかなみたいなでもいろいろ消去法で考えていったら、40歳になって本当にスケートしたいと思った時にできるかできないかってその時気づくよりかは、今こういう気持ちが100% 向いてなくても今やれる場所があるし、待ってる人もいるし、そうまだいてくれるし、それだったらしてて損はないなっていうか、そのうちに見えてくるだろうっていうふうには思うんで、少し苦しかったりとかしました。やっぱりその目標を見つけなきゃとかってちょっと苦しかったというか、何してんだろうっていうのはありました。ここまで来て何してんだろう俺と思ったりとかしましたね。ニューヨークとかでもそうアメリカに行ったりとかして、何してきてんだろうみたいなとかはありましたよ。いろいろ考えてないつもりだったんですけどいろいろは行ったり来たりとかっていう気持ちが行ったり来たりとかはあったんで、それも自分らしいかなみたいなでもいろんな人の話聞いて、そんな目標持ってる人も少ないよ、持っててる人も少ないよっていうこともよく聞いたし、ある意味ラフになりましたね。何かをやらなきゃなっていう、とりあえず
まあ一生ね滑んなきゃなっていうところまあそこだけでとりあえずそこを1個したらなんかまた変わる気がするんで勝手に期待してるんですけどね。そこをやったことによってなんか自分が変わるんじゃないかっていうところもちょっと期待してる部分もあったりするんで、まあでもあんまり焦って考えても仕方ないんで、まあ見つかチャンスなと思ったことをやっていこうっていう感じにします、自分で。焦らないと決めた高橋はこの日久しぶりにリンクで汗を流した。全然ないんでダメです。笑顔で守ります。あと1週間自分が変わることへの期待。私たちが新しい高橋大輔に出会えるのも遠くないかもしれない。8月のインタビューの時、彼は楽しみにしていることがあった。あれ何年前ですか、ニューヨークのハロウィン。2007年ですよ。ですよね、今年はだってハロウィンにいるんですよ。だからあれぶりに参加できるんですよ。お、じゃあついに夢が叶ってやりますね。やるんですよ。今度は何の関係もなくやれるんですよ。あの当時にあのパレードをやるとは思ってなかったのにね。したいね。僕したことないですよ、仮装って。いつもこの時期はね。目が離せない。